こんにちは、ハルトです。ナウツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。君たちはどう生きるかには、水逆な原産論によって1937年に初めて刊行され、時代を超えて多くの読者に愛されている日本の名手です。本書は主人公コペル君、本名本田獣医が多感な中学生時代に直面する日常の出来事や悩みを通して、人間として何を大切に生きるべきかを問いかける作品です。物語はコペル君と彼の祖父の対話を塾に進みますが、その対話を通じて読者自身も自分の価値観や人生の在り方を見つめ直すことができる構成となっています。時代背景は昭和初期ですが、コペル君の経験や問題意識は現代の若者や大人にもしく普遍的なテーマが描かれており、いじめ、貧困、友情、正義感、自分が社会にどう関わっていくかなど、人生の根本的な問いへのヒントを与えています。また、日々の暮らしの中にある気づきや考える力を養うことの大切さも描かれているため、大人になっても心に残る一冊となり得ます。さらに、漫画家や映画化を通じて時代や時代を超えた読者に新たな価値を届け続けている点も特徴です。本書は悩みながら成長するすべての人に寄り添い、どう生きるべきかという問いに対する多面的な視点を提供してくれます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人間関係の大切さと友愛、君たちはどう生きるかの軸画にあるのは人間関係の重要性です。主人公コペル君は学校生活の中で様々な人と出会い、多くの経験を重ねていきます。その中で友人との葛藤やいじめの問題、仲間が困っている時にどのように接するべきかなど、身近なテーマが描かれます。コペル君は友人との誤解や衝突を経験しつつも、相手を理解しようと努力し、分かち合うことの大切さに気づいていきます。数福の主言や日常の小さな出来事から相手の立場で考えることの重要性を学びます。人としてどのように接し、どう信頼を築くかという問いは、読者自身にも深い問いかけを与え、共感を呼びます。作中では、友情や善意が時に勇気や自己犠牲を伴うこともありながら、最終的に人と人との伴を成長させてくれるものとして描かれています。次に、社会を見る目と正義感。コペル君は数福との交流を通じて、社会の構造や不条理さについて目を向けるようになります。本書では、社会の中で若い立場者に置かれた人たちや貧困、格差など現実の厳しさについても丁寧に描かれています。それによって単なる善悪では片付けられない複雑な問題と向き合い、何が本当の正義なのかを自分なりに模索し始めます。数福の哲学的な問いかけや自分の実体験を通じて、コペル君は困難に対して待て待ぬふりをせず、自分ができることは何かを考える力を養います。こうした社会を知り、自分の行動を考える視点は、読者にも自らの生活や行動に落とし込める学びとなります。特に現代社会において自己中心的な風潮が強まる中、他者への思いやりや社会問題への関心を持つ意義を再認識させてくれます。さらに、自己理解と内省の重要性。コペル君は多くの挫折や失敗、そして自分自身への葛藤を経験しますが、本書はその過程を丁寧に描いています。何か失敗をした時や友人を傷つけてしまった時など、悩んだり自分はダメだと思ったりするコペル君の感情は、誰もが体験する普遍的なものです。しかし、物語の中でコペル君は数福や周囲の人々のサポートを通じて自分自身を見つめ直すこと、自分の弱さを受け入れることの大切さに気づいていきます。自己搬送や血ども児童は成長に不可欠なプロセスであり、他者を理解するための第一部でもあります。本書を通して読者も自分の中の弱さを見つめ直し、それを乗り越えていこうとする性の大切さを学ぶことができます。
それぞれの内省の積み重ねがより良い自己の形成につながるというメッセージがこのトピックを通じて伝わってきます。そして考える力をヒュサウこと本書にはコペル君と祖父の対話や手相のやり取りが多く描かれています。そこでは一方的な価値観の押し付けや正解の対峙ではなく、自分で考え答えを見つけることの重要性が強調されています。サズフクは哲学的な問いかけや日常での疑問点を投げかけ、コペル君自身が経験や出来事を通して答えを導き出すようにします。この訓練によってコペル君は知識よりも考え抜く力が大切であることを実感します。また複雑な社会問題に対しても盲目的に受け入れるのではなく、疑問を持ち真理を自分で探求する態度が推奨されます。考える力は現代社会においてもますます重要であり、これを身につけることは生きる稀そのものとなります。本書を読了した読者には日々の生活の中でも自分なりの答えを考え行動する姿勢が自然と根付くようになるでしょう。最後に、どのように生きるかへの指針、君たちはどう生きるかというタイトルそのものが読者に人生への大きな問いを投げかけています。本書を通読すると、幸せや正しいとされる生き方には決まった答えがなく、自分自身で選び取る必要があることに気づかされます。数福は人生における知恵表を与えてくれますが、それをそのまま空飲みにするのではなく、自分の価値観や考えを身につめ直し、悩みながらも自分の進むべき道を模索することが必要であると説いています。立ちに迷ったり苦しんだりした時、本書の言葉やエピソードがヒントや倒しるべとなり、人生において勇気や希望を与えてくれる存在となります。どう生きるかは一人一人異なり、その問いに向き合い続けること自体が成長であるという普遍的なメッセージが込められています。結論として、君たちはどう生きるかは子供から大人まで広い時代におすすめできる一冊です。特に自分自身の価値観や生き方に悩む中高生や新たな人生のステージに立つ若者、さらには子育て時代や教育に関わる大人にも深い支処を与えてくれます。複雑な人間関係や社会問題、挫折や葛藤など現実世界で直面するさまざまな問題に対してどのように考え立ち向かうべきかについてじっくりと考えることができる内容となっています。本書の特徴は正解を押し付けない点にあり、自分で考え判断し行動することの大切さを優しく、しかし力強く伝えています。そのためただの自己啓発本や成功法則を説く本とは異なり、自分自身と向き合う癖が身につきます。人生で迷いが生じた時や人間関係に悩んだ時、本書は新たな視点や勇気を与えてくれるはずです。また日本の歴史や文化的な背景を知る上でも価値のある書籍であり、時代を超えて読み継がれていることも安心して押せるポイントです。漫画や映画としても親しまれているため、本としてじっくり読むことでより深い理解や気づきを得られます。なぜ自分は生きるのか、どういう大人になりたいのかといった根本的な問いを投げかけてくれるため、人生をより良いものにしたいすべての人にとって購入する価値は非常に高いです。人として自分らしく幸せに生きるための楽心版タランとしてぜひ手元に置いておきたい一冊でしょう。ご資源いただける場合、わしがまゆなたさんろポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どごの感想をぜひお聞かせください。それではまた。